趣味線を手に取ってガッと掴んで他方の世界に投げることですね。これよりも先ほどの六難の方が難しいというんです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第64回です。今回は憲法等本第11の後半についてお話をしていきます。前半部分は次のような内容でした。地より法灯が出現して虚空にとどまっています。その法灯より声が聞こえます。その声の主は多宝如来という仏様でした。声が聞こえるだけで姿は見えないので、聴衆たちはぜひ多宝如来の姿を拝見したいと釈尊に願い出ます。釈尊はその答えに応じて法灯の扉を開けます。そこに多宝如来が静かに座っていらっしゃいました。そして多宝如来はおもむろに釈尊に座を譲り、多宝如来と釈尊が並んで座ります。二仏平座です。聴衆たちは虚空にいる二仏の姿をもっと近くで見たいと釈尊に願い出ます。釈尊はその答えに応じて、あまたの聴衆たちを神通力で空中に浮遊させ、虚空での説法がここから始まっていくのです。ここまでが前回お話しした内容です。ちなみに前回、正前季語ということをお話ししましたけども、そのうちの前回までは正前の部分をお話ししまして、今回はこの季語の部分をお話しすることになります。まず、虚空への説法が始まってすぐに、釈尊は大音上、大変大きな声を持って次のように仰せになられます。誰かよくこのシャバ国土において広く妙法華経を説かん。今まさしくこの時なり。如来は久しからずしてまさに涅槃に入るべし。仏はこの妙法華経をもって付属してあることあらしめんと欲す。とあるんですね。誰かこのシャバ世界において、シャバ世界はこの世界のことですけども、我々が住んでいるこの世界において広く妙法華経を説く者はいないか。名乗り出るなら今である。私は間もなく入滅するであろう。この妙法蓮華経を譲って将来絶えることなくこの法華経が具偶されんことを私は望んでいるんだ。とこう仰せになるわけです。自分の滅後、釈尊の滅後においてこの法華経を説く人を募っていくわけですね。法華経を説く人を募っていくわけです。自分の代わりに法華経を説くのですから、これほど重大な役目はありません。ちなみにこの憲法等本第11から次の大バダッタ本にわたって5回にわたり法華経を説く人を募集していきます。憲法等本第11では3回募集していく、募っていくので、これを3課の直線。大バダッタ本12では2回募っていくので、2課の完行。合わせて5課の報奨と言います。3課の直線、2課の完行、合わせて5課の報奨というんですね。なんかかっこいいですね。5課の報奨。こうやって何度も法華経を広める人を募っていく中で、法華経を広めるとはどういうことなんだろうかっていうことが説かれていくことになるわけです。こういう繰り返しがあるのはお経ならではのことで、何度も同じようなシチュエーションを繰り返していく中で、聴衆に教えをしっかりと聞かせていく、染み込ませていく、そういったその役割があるわけですね。でここでは三課の直線の1回目が行われたわけです。続いて釈尊は、多宝如来は遠い昔に入滅をしたが、こうやって法灯とともに法華経具偶の場に出現してくださること。せっかく多宝如来が出現してくださるんだから、仏法に励まないでいられようか。こうやって仏が出現してくださるのはひとえに、法をして久しく重せしめんがゆえに、消防を長くこの世界に留め置くために仏様たちは出現してくださるんですよと、こう釈尊は仰せになられるんですね。でこの法をして久しく重せしめんは、両方苦渋という有名なお経文になります。さらに、諸々の大種に告げたマーク。我が滅度の後に誰かよくこのお経を誤示し読受せん。今仏前において自ら制限を解け。さらに仏、釈尊は数多くの生きる者たちに次のように告げられました。
私が入滅した後、誰かよくこの経典を保ち守り、読受する者はいないか。もしもいるならば、今、私の前で自らの誓いの言葉を述べなさい。と、釈尊は仰せになられるわけですね。でこれが2度目なので、第2の直線になります。そして、釈尊はこう仰せになるんですね。皆よ、よく考えなさい。これは本当に難しい仕事である。この法華経を広めることはですね、本当に難しい仕事である。それゆえ必ず特に大きな誓願を立てなくてはならないんだと。こう仰せになるんですね。しっかりと覚悟をしなければ、この法華経を具随することはできないよと仰せなんです。そして、法華経を具随することがどれほど難しいことなのかということをここから示していきます。それが、六難悔いという教えになります。法華経における6つの難しいことというのは、一般には難しいことと思われている9つの事柄よりも大変に困難であるというんですね。これは一つ一つの項目を見ていった方が分かりやすいですので、一つ一つここから見ていきます。まず最初にこの六難とは、仏様の滅後に悪世の中で法華経を説くことです。二つ目は、法華経を自らも書き、他人にも書かせることですね。三つ目は、しばらくの間でも法華経を読むこと。四つ目は、一人のために法華経を説くこと。大勢のためではなくてですね、たった一人でもその人のために教えを説いてあげること。五つ目は、法華経を聴受して、その義手を質問すること。法華経を聞いて、その意味するところを質問することですね。そして、6つ目は、よく法華経を授受すること。この6つになります。こうやって聞くと、どれも別に難しそうなことではないように感じますね。法華経を読むことも書くことも、本屋さんで法華経の本を買ってきて、読めば読めるし、書けば書けるわけです。ですが、釈尊はそうではないと仰せなんですね。次に挙げる9つの項目よりも難しいんだと仰せなんです。では、9つの項目とは、法華経以外のあまたにあるたくさんあるお経を説くことですね。その説くことより、先ほどの六難の方が難しいというわけです。法華経以外の教えを説くよりも、法華経の教えを説く方が難しいというんですね。二つ目が、趣味線を手に取って、ガッと掴んで、他方の世界に投げることですね。これよりも先ほどの六難の方が難しいというんです。山を手に取って投げるなんてできませんけどね。山を手に取って掴んで投げるなんてことは到底できませんが、それよりも先ほどの六難の方が難しいというわけです。三つ目は、足の指で大千世界を動かして他方の世界に投げること。これよりも六難の方が難しいというんですね。足の指でうわーって世界をうわーって動かして、そして他方の世界に投げるというんです。さっきから他方の世界になんかいろんなものを投げ込んでおりますけども、それがいいのかということもありますが、いずれにしてもこれ簡単なことではありませんよね。そもそもできないことであるように思いますが、それよりも先ほどの六難の方が難しいということです。四つ目は、有頂天に立って無料の余興を説くことです。有頂天というのは、詳しく話すと長くなってしまいますが、簡単に言うと、3つの世界、三界というものがあって、下から四界、色界、無色界とあるんですね。この色界、真ん中の色界の最高位、一番上の境地のことを有頂天と言います。私たちの境界というのは四界にあるんですけども、その上の色界の最高位となりますと、上にさらに無色界があるというえ、非常に高い境地になるんですね。その境地に立って、その境地にあって、無料の要求を説くこと。大変なことですけどもね。その大変なことよりも、六難の方が難しいんだというわけです。五つ目は、手に虚空を握って遊行すること。これは大空を飛び回るってことでしょうかね。それよりも六難の方が難しいんだと。手に虚空を握る。空をつかむ。すごいことですね。
6つ目は、大地を足の甲に乗せて梵天に登ることです。梵天に登るってことがどういうことかっていう以前に、そもそも大地を足の甲に乗せたらもう痛くて大変だと思いますが、それよりも六難の方が難しいと。7つ目は、枯れ草を背負って大火に入ること。燃えますよね。もうすぐ燃えると思います。すぐ燃えるんですけど、これよりも六難の方が難しいと。8つ目が、八幡四川の訪問を解いて、聴者に六神通を備えさせること。八幡四川の大変な数の教えを説いて、そして聞いている者に六神通といって神通力ですね。いわば超能力のようなものですが、それを備えさせることだというわけです。法華経をただ一つの教えを説くよりも、八幡四川の教えを説く方が難しいように感じますが、それとは逆で、八幡四川の訪問を説いて、聴者に六神通を備えさせる方が、法華経を説くよりも簡単だというわけですね。そして9つ目が、無料の衆生にあらかん意を得させて、六神通を備えさせること。もう数えきれないほどの人々にあらかん意といって、いわゆる正常の悟りの位ですけども、一時的な悟りの位を得させて、六神通を備えさせることですね。これよりも、法華経を説く、法華経を読む、そして法華経を説き聞かせる、授受する、そういった六難、事柄の方が難しいというわけです。さて、この9つのことと、先に挙げたこの6つのこと、この6つのこと、どちらが難しいでしょうか。これは誰もがこちらの9つの事柄の方が難しいと思うんですね。ではなぜ先の6つの方が難しいのかとなりますと、これは漢字本第13のところでその理由が明かされていきます。その時にまた詳しくお話をしていきますが、先に少し説明をしておくと、ここにある法華経を読むということは、ただ読むということではないんですね。ここにある法華経に関わることはすべて行ということがいつもそばにあります。実際の行いに表すということですね。法華経を信じなさいと書いてあって、とこう読むだけなら確かに誰もができるんですね。しかし、法華経を本気で信じようとなると、これは誰もができることではないんです。法華経を解きなさいと言って、本気で解いていこうとなると、これも誰もができることではありません。ただ読む、ただ書く、ただ教えを説くということではなくて、常に行ずる、実際に行うということがセットになっているということが大事なんですね。どんな手引き書であってもそうだと思います。たださーっと眺めるだけであれば誰でもできるんですね。しかしその内容を本気で理解しようとか、本気で実践しようとなるとなかなかできません。一日一善という言葉があります。一日に一回は良い行いをしようということですが、これだってやってみようと思うととても難しいんですね。言うのは簡単。一日一善、誰もが読めるわけです。しかしこれを本気でやろう、実際に行おうとなるとなかなかできないものなんですね。まして本当の善行というものは何であろうかなんてことを考え、それを実践にしだすと、一日一善、これはとても深いことなんではないかなというふうに思えてきます。法華経もただ読んでいるだけでは、実はその醍醐味というものを味わうことはできないんですね。よし、法華経に書いてあることを一つでも行じてみよう。実際に行ってみようと。そうすると、その困難さとともに法華経の深さやありがたさが分かってくるということがあるんだろうと思いますね。この六難悔いというのは、単純に簡単だ、難しいことだっていうことを比較しているだけではなくて、この法華経を行ずる。行ずるっていうことはどういうことなんだろうかっていうことを考えさせられる。そういった教えになるわけでございます。で、この六難悔いが示された後、釈尊はさらに、両家の子息たちを私が入滅した後に、誰かよくこの経典を授受して読受する者はいないか。もしいるならば、今仏の前で自らの誓いの言葉を述べなさい。とこう仰せになります。で、これが第三の直線になるわけですね。また重ねて、この経は保ちがたし、もししばらく保つ者は、我はすなわち歓喜す。
諸仏もまたしかなり、格のごときの人は諸仏の褒めたもうところなりと。この経は授受することが難しいんだと。もしも少しの間でも保つ者がいれば、私ですね、釈尊は大いに喜んでくれる。喜ぶし、多くの仏たちも同様であるというんですね。これは、主教難事というお経文になります。この先ほどの六難悔いにもあるように、この法華経っていうのは保ちがたいんだと。だからこそ、もし少しの間でもこの法華経を保つ者がいれば、仏様は大いに喜んでくれるんだと。そして多くの仏様たちによってその人は褒めたたえられるんだと、こうありまして、これで憲法等本第11は終わるわけでございます。なんだか難しいという話ばかりが出てくるようでございますが、真剣に何かをするというのは大変なことですね。でも真剣だからいいんだと思うんです。よく学生自分の部活動を思い出に語る方がいらっしゃいますが、それはその時本当に真剣だったからだと思うんですね。練習は大変だったり、悔しいことがあったりするかもしれませんけども、真剣に取り組んでいたからこそ、その楽しさ、充実した時間というものがあって、それを思い出に語る、そういったことがあるのかなと思います。ただ楽しくやってみようっていうのも、それも別に悪いことではないのかもしれませんが、しかし一方で、真剣にやってみないと、その本当のところを得るっていうこともできないのかなというふうに思います。真剣にやってみて挫折してみたり諦めかけたり、そうやっていろんなことにぶつかりながら進んでいくことで初めて見えてくることもあるんではないかなと思います。そしてこれは年齢問わずできることですね。真剣に生きてみる。せっかく与えてもらった命です。うまくいかないのは世の常でございますから、それでもいいんだと真剣に生きてみようと、これは大事なことではないかなというふうに思っています。では次回は台場だった本第12に入っていきます。本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。